こんにちは、上田です。今回は今までも何度か話していることなんですが、別々に考えるってことなんですが、これも思考の成長においてすごい大事なことなんですね。これ簡単に言ったら、試合には勝ったけど勝負には負けたとか、そんなことを聞いたことがあるかもしれないけど、まさにそういうことですね。またこの相対性なんですが、アインシュタインの相対性理論とか、あれほど難しいことではないです。普通の人間の思考の範囲内のことで、あれとはまた別になります。要は別々に考えるってことですね。今までにも何度も話してるけど。それで実はこれなんですが、一番最初は漫画の中の話で気づいたんですよね。前に結界誌って漫画作品があったんですが、実はその中ですごい面白い話があって、最強の術が最適の術とは限らないってセリフがあったんですよね。それ本当に当時は勉強になったんですよね。確かにって思ったんでね。確かこれは主人公サイドのキャラと敵サイドのキャラで、さらに双方が結構強いキャラ同士の戦いの中でのセリフだったんですよね。それで確かに最も強くても最適とは言えないっていうのは間違いではなかったんで、当時はすごい勉強になりましたね。もっとも10年以上前の話なんですかね。また他の作品でも史上最強の弟子ケンイチっていう格闘漫画があるんですが、その作品の中でも強さが勝利とは限らない、力が強さではないように強者が必ずしも勝者とは限らないとか、そんなセリフがあるんですが、まさにそういったことですね。強いから必ず勝てるというわけでもないし、逆に弱いから必ず負けるとも限らないってことですね。要は相対化ですね。結構こういったことも漫画の中で出てくることも多いんですよね。15年ぐらい前の話なんですが、当時は勉強になりました。それで結局相対化についてなんですが、まず思考の相対化ができてない悪い例から話していくと、知能とか思考レベルが低い人ってのは、考えてること自体が大雑把で、何でもかんでもまとめて考えてしまってるんですね。勉強ができたら頭がいいとか、金があったら幸せになるとか、逆に言ったら勉強ができなかったら頭が悪いとか、金がなかったら不幸でしかないとか、こんな感じで思考が極論化してしまってるんですね。基本的にどんなことでも絶対法則というか、これさえ分かったら全部うまくいくとか、そんな魔法みたいな思考も知識も存在しないんですね。例えば、いくら大事と言っても、法律だけを覚えたら全部うまくいくかと言ったら、そんなことはないですよね。大事なことって言っても、それだけが全てってわけではないんでね。なので、大事なことは大事なことでも、あまり極論化しすぎるのは良くないんですね。基本物事は分けて考えないといけないんですね。しかしこれ結構大事なことなんですが、実は大半の人がこのことに気づいてないと思うんですよね。というのも、大半の人は学校に行って国語とか数学とか、そんな学校の勉強をすごい頑張ってやっていて、それでいずれかは社会に出ていくわけなんですが、しかしここで大半の人が気づくと思うけど、学校の勉強なんか社会ではほとんど役に立たないし、必ず仕事ができる保証もないですよね。学校を卒業したとしても、全員が全員仕事ができるってことはないです。それでも必死で、役に立たなかったとしても学校の勉強を頑張るのは、思考の相対化ができてないからってことになりますよね。
相対化して考えることができてないからってことになりますよね。何々だけやってたら必ず何々できるとか、そんな適当な空論を信じてしまう思考があるからなんですね。基本的にそんな絶対法則なんて存在しないんですね、普通に考えて。もちろん学校のレベルとかもあるけど、例えば前にも話したけど、東大卒の人だったら大半はうまくいくと思うかもしれないけど、たとえ東大卒の人だったとしても、やっぱりその学校の勉強だけでは全然足りないんですね。前にも話したけど、確かに全く勉強しない人よりかは勉強した人の方が成功率が高いのは確かですが、それでも全然足りないんですね。学校の勉強を覚えただけってのは、所詮はスタートラインに立っただけなんでね、それがゴールではないんでね。しかしそれでもやっぱり信用できない人も多いと思います。それでもやっぱりちゃんと難しい勉強ができて難関資格とか持ってる人の方が圧倒的に有利なはずって、大半の人がそう考えると思います。ここまでの話を聞いたとしても、やっぱりあまり考えが変わらない人の方が多いと思います、おそらくは。なのでここで偉い人でも起こり得る最悪のケースについて話したいと思います。日本ではそれほど多くないけど、たまにあるんですよね。冤罪事件っていうのがたまにありますよね。そんなに多くはないけど、たまに罪を犯していない人でも有罪になってしまったり、もっとひどいのが処刑されてしまったりすることが稀にあるんですね。処刑されてしまうってことは少ないとしても、冤罪で罪がない人が服役してしまうとか、そういったことはちらほらあります。本来高知能者のはずの裁判官とか、そういった人でも結局は人間であり、思考に欠陥がないとは言えないから、こういったことだって起こってしまうんですね。本来は慎重にしないといけない裁判とかでも作業化されてしまって、形だけの裁判をやってたらいいとか、判決さえ出したらいいとか、少なからずこんなやっつけ仕事のような思考があると、こういった事故も起こってしまうんですね。それも20年間ぐらい時間が経過しても冤罪に気づけない場合もあるんですね。裁判官にとっては裁判が仕事だったとしても、しかし仕事さえすれば役に立っているというわけではないんですね。もっともそれはどんな仕事をしてる人も同じではあるけど、そういったこともちゃんと分けて考える必要があります。仕事をしてると人の役に立つとは別に考えないといけないんですが、しかし仕事さえしていたら役に立ってるとか、そんな適当な思考では最悪のケースが起こってしまう可能性もあります。作業さえやってたらいいとそう考えてしまったら、これは最悪のケースですね。当然高知能者といっても万能者ではないんですね。それもまた別なんですね。もっとも今回は極端な例であり、普通はこんなことはないと思います。ただ思考の相対化の一例として話すことにしました。それでは今回は以上となります。それではまた。